こんにちは、大賀ちゃんです。今回はオールドのりたけの図柄8、梅と桜を見ていきたいと思います。梅は中国原産で、花、香り、木の形が鑑賞の対象とされ、古くから栽培されていました。1月から3月頃、葉に先立って花を咲かせます。花は5枚の丸い花びらが特徴で、樹皮は縦に不規則に割れています。オールドのりたけには梅がよく描かれます。こちらはメープルリーフラインのビスケットジャーです。赤と金の調和が綺麗です。これは梅盛り上げ花瓶です。紅白の梅、そして樹皮に縦に不規則に割れている様が盛り上げで緻密に表現されています。背景のぼかしが大変美しい花瓶です。こちらは以前の動画、オールドのりたけの図柄に鳥でもご紹介したオウムと梅が手書きされたパンチボールです。熱帯に生息するオウムが梅の木に止まることは考えにくいのですが、美しい絵柄です。同じ柄のこの花瓶は背景のブルーと色鮮やかなオウムの対比が際立っています。梅の果実は6月から7月に結実します。熟しきっていない青梅は梅酒に、完熟梅は梅干し、梅酢や梅ジャムなどにして食用されます。青梅の燻製は漢方で烏梅と呼ばれ薬用されます。炎症を消す、腸を整える、風邪の初期に効くなどの効用が知られています。これはコラレンの梅です。サンゴを意味するコラレンはガラスビーズを磁器に焼き付ける技法です。キラキラとした華やかさがあります。こちらは梅の描かれたパーティーディッシュです。スイートミートセッツと呼ばれています。INCC ジャーナルサマー2021によると、1910年代半ば頃から格式を重んじないパーティーが広まり、お客様が来る前から一つの容器に様々なお菓子を入れ、提供することが受け入れられるようになったそうです。これは1918年の広告です。器をご覧いただくと、虫除けのため箱やカゴに収められ、蓋をつけて使われていたことがわかります。こちらは手前に梅、そして水辺に白鳥が手書きされたお盆です。モカポット、シュガーとクリーマー、2人分のカップ&ソーサーをセットして乗せるもののようです。黄色地が印象的です。これはウェッジウッド風梅盛り上げ花瓶です。薄い青色がウェッジウッドの特徴的な色によく似ていることから、この名前がつきました。白の盛り上げがくっきりと浮かび上がっています。季語の話をしますと、梅は春の季語です。また、花言葉は高潔と気品です。平安時代の貴族、政治家、学問の神様でもある菅原道真は、梅をこよなく愛していました。そのため、
道真を祀っている福岡の太宰府天満宮、京都の北野天満宮、東京の湯島天神は梅がシンボルになっています。こちらはウェッジウッド風梅盛り上げバスケットです。当時このウェッジウッドは大変人気があったそうです。では桜に移りましょう。こちらはウェッジウッド風桜鳥塚瓶です。4取っ手にウェッジウッド風の盛り上げが施されています。桜の花の蜜をお目当てに鳥が訪れたのでしょう。こちらの飾り皿は先ほどのウェッジウッド風花瓶の手書き部分だけが描かれた飾り皿です。これは桜の木と鳥が描かれた花瓶です。背景の淡いピンク色がより一層春を感じさせます。日本では桜の果実であるさくらんぼだけでなく、花や葉も塩漬けにして食用します。こちらはコバルト金森桜風景図飾り壺です。コバルトに金森が洋風ですが、中央の絵は日本古来の風景のようです。桜の開花は農作業開始の合図とされ、古来より穀物の神が宿るとして重んじられました。これも昔の日本の風景が描かれた絵皿です。川のある宿場町の船着き場に咲く桜です。桜は川沿いや土手に植えられており、今も花見で親しまれています。こちらは桜の花を意匠化して描いた花瓶です。桜は満開の美しさだけでなく、桜吹雪の雅さ、散りゆく儚さ、潔さも特徴的です。美しく咲き誇り、さっと散る様が人生の儚さに通じるようで好まれるのでしょう。こちらの写真は1912年、オールドのりたけと同時代にアメリカ・ワシントン DC に日本から送られた桜です。当時、東京市長であった尾崎幸夫が日米友好の証として送ったもので、現在も美しく咲いており、毎年春にお祭りが行われています。左側手前は梅が描かれたアールデコの小物入れです。セットのお盆もあるので、送信用具入れとして用いられたもののようです。花といったら、奈良時代は梅、平安時代は桜とも言われており、梅と桜は日本人にとって古くから親しまれていた花でした。今回はオールドのりたけの図柄8、梅と桜をご紹介いたしました。次回はオールドのりたけの裏印をご紹介いたします。